CS に間に合うようにマウンドに戻ってきたチームメイト相手に投げ、新しいグラブを手に入れ、スピーチで仲間を鼓舞する。チームはすでにハンデを背負っているから。どう説明すればいい？それについては後ほど。まずは練習だ。怪我をしてからチームの練習に復帰するのは今日が初。みんないるね。明日はライブ BP。12日に CS に向けて広島へ行く。ありがとう。阪神に8回のホームランで2点入れられた時、マウンドで呆然としてたら球場が大騒ぎになってやっと実感した。試合中に変えなきゃいけないかもしれないから、右腕が疲れても左で投げられる。41で投げる。背骨のバランスを取るために始めたんだ。いい感じでキャッチボールできた。腰の回転がすごくいい。目線もロックオン。体幹もしっかり。この帽子しかない。新しいグラブを紹介する。リコっていうブランド。アメリカのブランドで日本での販売ライセンスを持っているそう。詳しくは知らないけどかっこいいんだ。水色に青。日本の国旗。野球バカだって。野球に熱狂してる人って意味だよね。背番号96、バウアー、カリフォルニア州の旗と形。ウェブにはソードが2本。いいね、フィットするし、握りやすい。今日試しに使ってみようかな。もう一つは和牛。世界に一つあなたのために。以前もらった金の紐のグラブが試合では使えなかったから、今回は試合で使える。グラブを送ってくれた。なるほど。緑とピンクの爽やかなスイカグラブだ。ネオンピンクの和牛 JB ロゴ。いつものソードロゴ。やばいね。フィットするかな？小指に2本入れるタイプだ。緑と金のやつと全く同じデザイン。いい感じ。この辺は硬いね。ここは曲がりにくいけどここはすごく曲がる。この感触、いいね。怪我をしたせいでまだ試せてないグラブが8つほどあるんだ。デビュー祭りだな。CS 前の最後の練習。打者が自信を持てるように悪い配球でいく。悪い球は今使い切っていい球を試合に残すよ。5回、100球。悪い制球作戦を完璧にこなした後3回連続顔に当たりそうになった。ダメだ。毎回頭を狙われる。マキか、どうしよう。アウトにしたくなかったからホームランピッチを投げたけどスイングしなかった。結局ダブルプレーになっちゃった。今のはヒット、アウト、ダブルプレー、二塁でアウト。まだ2球しか取ってない新品同様。ダブルプレー、ワンアウト二塁。ヒットを打つのが目的ならこの打席は完璧だった。カウントでは負けてる。スイーパーでストライク、真ん中低めにカッター。一塁、入った。アウトであってほしいけど一塁ランナー。1点。待って、待って、待って。初球をもう一度。スイーパーが動きまくった。自分で感心するけど。あんなに動いてたらこの世の誰も打てないよ。トリガーを引くのが難しい。トリガーを引くとざっくりいかれる。チェンジ。チェンジ？はい。ツーアウト。3人だ。ダブルプレー。ダブルプレー。後期はワンアウトって言った。交代ね。初回を終えての感想。一度も先制できなかった。やべ。初球はともかく、これはトンネルを極めてる。なぜ2対0の速球を真ん中へと疑問を持った人。その前のピッチも同じように見えてボールだった。この2球を重ねてみると、その前のストレートとよく似てるのがわかる。これを打ったバッターはすごい。3対1ストライクが必要なのにファウル。ストレートと直前のスプリットを見て。同じトンネル。当然ストレートは打てないよね。スプリットに戻ろうとして同じトンネルを抜けてファールになったから。同じトンネルから始まるスイーパーを投げたら空振りだと思ったけどファールだった。
バッターの方がうまいってこともある。初球ストライクで0対5。自分に腹が立ってきた。だけど、ついに連敗を止めカウントを先行させた。残念ながら、それも長くは続かなかった。トレイごめん、本当悪い。ダメだ。どうなってんだよ。その後、負けず嫌いな性格が出てきた。おかげで、初球のストライクを多く取れるようになってきた。今のを除いては、イニングを切り抜けた。おそらく一塁打、二塁手を打ち取られるかも。なんて打球だ。3回の立ち上がりはあまり良くなかった。1球目、2球目。犠打の失敗で死球になったが、これは投手として最悪だ。バッターがフリーアウトをくれたら、受け取れ。アウトを取れ。ブチギレてたけどいい勉強になった。ボールをゾーンに投げろ、ストライクを取れ。アウト、ダブルプレー、ヒット、一塁打。満塁。マジか、マキ、一塁打、本当？一塁打ならノーアウト満塁。キャッチャーと対戦するのは楽しくてトリッキー。伊藤も楽しそう。ヒットだと思うけど、ダブルプレーになった。ダブルプレー、ランナー二塁ツーアウト。トレイが打席に戻った。腕は大丈夫かな？打席は良かったけど配球がうまくいかなくなった。誰もいない右側に強く飛んだ。アウト。クソムカつく。ストライクも取れねえのかよ。配球が最悪。CS 開幕まであと2回しかないのに。今日の成績はうんこ。全然調子が出なかった。そこから変化の兆し。マキがセカンドゴロ。流れが変わってきたかも。トレイを先制できた彼はいいバッティングをした。何球かファウルした後、最終的には今日一番のスプリットを投げて三振を取った。サードゴロに打ち取り、感覚が戻ってきた。いいイニングだった。普段の試合と同じような感じ。4、5回目くらいからいい制球ができるようになってくる。この調子で5回も頑張りたいね。少し自信を取り戻したところでオールスターで山本から教わったワインドアップスライドステップをやってみた。スライドステップが効いた。次の打席が今日一番の当たり。カッターとスプリッタートンネルの完璧な例。最後の2球の重なりを見て完璧。コンテンツモードでやってきたけど次の2打席は完全に試合モードの僕。違うでしょ。バウンスしろ。いいバッティングだけど。ファック。なんでこんなに落ちるんだ。プレートへ。Oh my god. クソ。今90球。あと2人。あとに。OK。And costing myself a win. さあ、アウト？後藤判断。二塁手へ。最後の2人には全力で投げることにした。これは右フライになった。アウト？何球目 ?93。誰がやる？最後の打席では僕のピッチがどう動くかよくわかる。いい球だな。スイングするには動きすぎ。
全体的には悔しいセッションだったけどおかげで競争心に火がついた。鼻血が出てる。止まらないんだ。夕暮れの東京の空をヘリで飛ぶっていうのに。ヘリに乗るのは初めてだ。雲が綿菓子みたい。いい夕焼けになりそう。チャルーパヘリに乗ったことある？あるよ。楽しみ？うん。ヘリも逆なんだ。運転手はこっち側。アメリカでは反対だよね。Fuel mixture on position for clear and engine start. 高いとこはちょっと怖い。今めっちゃ高いとこにいる。ディズニーランド行くの？東京で一番大きな川。東京ってニューヨークのようでロスのように広がってる。今まさに東京に火が灯っていく。昼から夜に変わり街がライトアップされてく。ニューヨークが小さく思えちゃう。東京は世界最大の都市だ。中国にもあるかもしれないけど東京が一番だと思う。いよいよ CS だ。まだだけど CS 前日、日本にはパリーグとセリーグがある。各リーグ6球団、そのうち3チームが CS 進出。2位と3位が3連戦で対戦。その試合は2位チームのホームで行われ、勝者は1位チームと1位チームのホームで戦う。1位チームは1点リードでスタートするから、4試合に勝つためには7試合だけど、実際は6試合しかない。ホームチームが儲かる。ビジターチームはチケットの売り上げも何もない。リーグ優勝への大きなインセンティブだ。経済面と決勝シリーズに進出しやすくなる観点から見て、デメリットとしてはシーズン最終戦と CS の間が3週間ほどあること。アメリカのシステムとは少し違うね。このキャッチボールって毎回やってるの？見たことないけど、全部初めて。無理でしょ。できた。できたの？上茶はできた。Can't touch? Can touch? Oh, yes. You touch? Yes, yes. Yeah. Easy. Oh, okay. できそうなのに。楽勝だ。魔法の靴？そうそう。太ももの筋肉がいて、第一戦。あまりプレーオフって感じしないな。アメリカの感じとは違う。多くのメディアから注目を浴びるし、クラブハウスはカメラだらけだよ。昨日は取材を受けなかった。僕が受けなかっただけで受けた人はいたのかも。4, 3, 2, 1. 普段は街中でファンが盛り上がってたり、グッズが売られたりしてるけど、今日は何もない。僕が見た場所だけそうだったのかな。1時に始まる試合は今年初めてだ。早くて2時だから。日本のプレーオフはこんな感じなのかも。僕は今年初めてだから。今日は出場しないからダグアウトには入れないんだ。でもブルペンはある。一つだけ言いたい。マウンドに上がったら不安だったり緊張したりするかもしれないけど、俺たちが持ってる最高の球でストライクゾーン投げ込んでいってアウトを積み重ねていこう。今日のブルペンの目標、その1やりすぎないように短めにその2高い意識で投げること。制球の確認だ。その3怪我をするな。12から15球くらいでいい。23球くらい投げたかな。思ったよりに3球多くなったけどよかったよ。調子が良くて集中できたから良い制球ができた。いい状態だと思う。みんな頑張って月曜日を迎えよう。2試合とも勝てるといいな。月曜登板しなかったらタイガースとの初戦だ。見て、雨の確率が 50%。最悪の事態だ。いいシャツだね。ありがとう。アメリカでは雨天中止の場合翌日に延期される。バウアーアウテージの帽子にリブバイザソードのシャツ。最高だね。日本では中止になってノーゲームになる。どう説明すればいい？頑張っています。3連戦。対戦相手のカープは2位だから同点だと。負けてしまう。つまり
2勝0敗で勝たなきゃいけない。今日の試合が雨で中止になったら、リーグ戦の上位チームが有利になる。この形式気に入ってるけどね。昨日の試合は11回3対2で敗れた。6回に2点リードされたんだっけ。カープはよくやって11回に勝ち越した。今日は晴れるはずだったけど見ての通り、空はあまり良くなさそうだ。今日雨が降ったら、もうおしまい？シーズン最終日かもしれないって考えると変な感じ。半年プレイしてある日突然終わる。今日が最後になって、球場に出ることもなく終了。シーズンが終わる感じがしない。キャッチボールして BP をする。ファンにサインして楽しく過ごす。今日が最終日になるかもしれないの？そんなことない。こっちみんなカープ、お前は敵だ。今日は体の調子が良すぎる。なんか嫌な予感。今日気分がいいと明日は逆かも。先発に選ばれたことは、とても名誉に思います。プレッシャーだけど強いチームと最高の試合をしたい。そのために野球をやってるんだから。今日の試合はどこで見ます？クラブハウスで見るよ。昨日はなぜ投手陣の前で話そうと思ったんですか？プレーオフの経験者が経験を共有することは重要だと思った。アメリカでのプレーオフの経験はそれなりにある。投手の場合、プレッシャーや緊張に負けてしまう人が多いと思う。大切なのは自分の能力以上のことをする必要はないということ。試合が始まればただの野球だ。あっちに自販機がありますが、興味がありますか？ダメ、今日はしっかり食べないと。もう一つ、皆さんと話すのは今年最後になるかもしれないけど、たくさんの取材や質問をどうもありがとう。今日こそは投げたいと思っていたけど、残念ながら昨日は9回4対2で負けてしまった。0勝2敗で敗退が決まった横浜に戻るってことだ。次は何をしようか。僕が DH のいる球団と契約したいという記事が飛び交ってる。そんなこと言った覚えはないんだけど。今年1年この動画を見てくれたファンのみんなにメッセージを送りたい。DNA と日本の野球ファンの皆さん、応援ありがとう。君たちのおかげで本当に楽しい1年になった。エネルギーに満ちた刺激的な1年だった。また経験したいものだ。本当にありがとう。これからどうするかは自分でもまだわからない。終盤は厳しかったけど、1年間みんな本当にありがとう。